居場所を一切教えていないにもかかわらず、行く先々で必ず現れる元彼。暴走したストーカー男はその日、ナイフを隠し持っていました。2017年6月29日、イギリスケント州チャタム、ジムで日課のトレーニングをしていたモリー・マクラーレンは、あるタイミングでその手を止め、呆然と立ち尽くしていました。どうして？彼女の視線の先にいるのはジョシュア・スティンプソン。つい最近別れたモリーの元彼でした。ジョシュアはモリーが怪げそうに見ていることも気にせず、彼女の隣で平然とトレーニングを開始。モリーは恐る恐る声をかけるも、ジョシュアはろくに答えもせず、その後数分でジムを出て行ったんです。モリーはすぐに母親に連絡を入れました。ジムでトレーニングしてたらジョシュアが来たの。モリーが怯えるのも当然の話。居場所も教えていなければ SNS も全てブロックしているにもかかわらず、ジョシュアは数日前からモリーの行く先々に姿を現していたんです。そしてこの後ジムを出たモリーはジョシュアにめった刺しにされてしまうんです。いつどこに行っても現れる元彼によるめった刺し殺人。女性を恐怖のどん底に突き落としたストーカー行為の数々とは、どれほど情報をシャットアウトしてもその男から逃れることは不可能だったんです。大里健ちゃんです。やみやみこです。私も年末年始、旅行行きました。年始ね、どっちかというと。旅行行ったんだ。そう、動画でも言った気がするけど、湯布院に行ってきたんですよ。湯布院ね。湯布院行ったことある？あなた。ないね。ない、そう。自信満々に言われても困るんだけど、九州の温泉地といえば、やっぱ湯布院ですと。湯布院よね。別府湯布院とかっていうじゃない。で、湯布院の有名な通りがあるんだけど、湯布院通りね。そう、違います。湯の壺通り。湯の壺通り。温泉地とか行ったら大体温泉街みたいなのあるじゃん。まああるね。そう。で、その通りがすっごい、私的には、残念なことになって。残念だったんだ。なんで残念になってたかっていうと、ちょっと予想してほしいんだけど、そもそも海外観光客の方がめちゃくちゃ増えてていたの。私がいた時は中国から来た方とか韓国から来た方とか、結構東アジアの方々が多かったんだけど、なんで私がっかりしたと思う？なんだろう。その街道がどうにかなっちゃってる。わかったわ。わかったわ。エセ日本風になっちゃった。まあなんかね、言いたいことはそういうことで、一番ひどいところの例を挙げると、もう本当に日本のアニメコンテンツみたいなのを世界観とか全く理解もせずにギュッと集めましたみたいなところがあって。外国で受けだけで作ってた。そう。で、意味わかんないんだけど、そこは、これ具体的に名前挙げちゃうと結構わかっちゃうんだけど、まあイギリスの街並みの中にジブリとサンリオと、あと動物ヤギとかリスとかっていうのをギュッと集めたような場所があって、あれだけ大々的にやってて音楽も流してるんだから許可をきっと取ってるとは思う。きっとね。わかんないけど。しかもそこだけじゃなくてアニメのお店とかがね、ポロポロ点在してて、もう日本から見たらエセじゃんみたいな感じる和の文化がね、点在してたから興ざめしちゃったわよね。なんか温泉地で言ったらもうひなびた感じのさ、古き良き和の風景みたいなのを期待するじゃない。外国の方なんか分からないんだろうね。そう、多分分かる。だから変にさ、全部ちゃんと英語と中国語両方書いちゃって風情がない。そう。いろいろあるよね。そう。これって日本全国で起こりそうなことよね、これもね。これマジでさ、ちょっとムカつくよね。俺らさ、海外行ったらさ、現地の言葉勉強するじゃん。奴ら日本語勉強しねえんだよ。あまりにも優しすぎるとね。でも私たちからしてもさ、海外行った時にそこに日本語が書いてあるとがっかりする気持ちない？まあ。てかもうさ、この時代って別に翻訳あるじゃん、スマホで。だから、風情壊してまで文言をびっちり書かなくていいと思う、俺は。しかも意外と現地の人たちが行ってるようなお店に行きたかったりするから。まあそれはあるね。だんだんとそういうエセ文化みたいなのは廃れていくといいなって思ってるんですけど。本日ご紹介するのはイギリスケント州で起きた殺人事件について。この事件ね、ストーカーがエスカレートした結果起きた事件なんですけど、そのストーカーの内容もね、もう監視レベルのキモさというか、やばさで、本当に知れば知るほど恐ろしい事件なんです。家の中に盗聴器とか監視カメラとかそういうのを仕掛けられてたって話？まあそれはね、ちょっとどうなんでしょうかってところなんですけれど、まあこの男がね、後に被害者となるね、方の行く先々で現れるんですよ。これほんと怖いですよね。怖すぎる。そして事件当日も被害女性の目の前に現れたストーカー男。彼は人目もはばからずショッピングモールの駐車場で彼女を襲うんです。良き理解者の変貌。2017年6月29日、イギリスケント州チャタム。
ショッピングモールの駐車場に女性のけたたましい悲鳴が響きました。なんだ。すぐ近くでその声を聞いていたのはベンジャミン・モートンという男性。彼は悲鳴が聞こえた方へ慌てて車を回します。するとそこでは全身血に染まった男が女性をめった刺しにしていたんです。車に強引に入り込み、女性に覆いかぶさるようにしてナイフを振るうその男。やめろ、やめるんだ。ベンジャミンは男に向かって叫びますが、反響欄の男にその声は届かず、力ずくで止めようと車の外に飛び出していた男の足を引っ張るも、男は足まで返り血を浴びており、手が滑ってつかめない状態。ベンジャミンの奮闘も虚しく、女性は徐々にその顔から色を失っていきました。その日襲われた女性はモリー・マクラーレン。長く伸ばした金髪が美しいトレーニング好きの健康的な女性でした。そして彼女を刺した男はジョシュア・スティンプソン。つい1年ほど前に2人が出会った時、モリーはむしろ彼のことを魅力的とさえ思っていたはずなんですが、事件から1年前の2016年7月、モリーはマッチングアプリ上で様々な男性とやり取りを交わしていました。ケント大学で運動や健康教育を学んでいたモリー。美人で優しい彼女は友人も多く、充実した学生生活を送っていたのですが、しばらくパートナーがおらず、そろそろ真剣に恋愛をしたいと考えていたんです。そんな中で出会ったのがジョシュアでした。こんにちは、君もトレーニングが好きなんだね。よければお話ししませんか。互いにフィットネス愛好家という共通点からアプリ上でやり取りを始めたモリーとジョシュア。さらに話を聞くうち、モリーはジョシュアが自分と同じような悩みを抱えていることを知りました。その悩みとは、ジョシュアが双極性障害を患っていること。実はモリーは過食症や不安障害に苛まれた過去があり、それらを克服するために運動を始めた経緯がありました。ジョシュアも同じように精神的な問題を抱えながら前向きに生きようとしていることを知り、彼女は一層親近感を覚えたんです。ジョシュアと一緒にいればきっと毎日が楽しくなるに違いないわ。ジョシュアと3ヶ月ほどやり取りを交わす中で、モリーはそうやって彼に惹かれていきました。こうして2人は恋人同士に。価値観の近い2人は悩みを共有し合い、円満に関係を築いていくように思えていたんです。めちゃくちゃいい感じのカップルに見えるじゃない、でもこの男がモリーを最終的に刺しちゃうわけでしょ、付き合ってみたら全然違ったとかって話なの、ほんとそうで、ジョシュアはいわゆる重いと言われてしまうタイプの男だったんです。モリーとジョシュアが交際を始めてしばらくした頃、モリーは彼女の部屋でくつろぐジョシュアの姿を前に深いため息を漏らしていました。ずっと私の家にいて本当に大丈夫なのかしら。そう、ジョシュアはモリーと交際し始めて以来、常に彼女といたがるようになり、仕事さえ辞めてしまったほど。ジョシュアは束縛が激しく、モリーは自由に行動できないその関係性にうんざりしていたんです。こうして交際から1年後の2017年6月17日、モリーはジョシュアに別れを切り出します。案の定、ジョシュアは簡単には受け入れられず、話が終わった後も何度となくモリーに復縁を迫るメッセージを送ってきたんです。モリー、この通りだ。別れるなんて言わないでくれ。一度だけチャンスが欲しい。君とよりを戻せるなら何だってする。復縁を迫るだけならまだしも、モリーが応じないことを悟ると、ジョシュアは彼女を非難するようなメッセージまで送るように。恐怖を感じたモリーは友人たちと協力し、全員で彼の SNS をブロックして連絡手段を絶ったんです。しかしこの行動はジョシュアの嫌がらせをさらにエスカレートさせる結果をもたらします。モリー、これを見て。ジョシュアとの破局から5日後、モリーの母親が見せてきたのは彼の SNS 投稿。その投稿には次の言葉が記されていました。モリー・マクラーレンって女は薬物中毒者だ。なんとモリーと連絡が取れなくなるや否や、ジョシュアは彼女に対する根も葉もない不名誉な噂を投稿。投稿にはモリーの家族のアカウントがタグ付けされていました。モリーと母親は運営に報告の上警察へ通報。ジョシュアは厳重注意を受けるんです。ジョシュアはこの後も嫌がらせをやめず、警察から2度目の厳重注意を受けることに。さすがに2度も厳重注意を受ければジョシュアもおとなしくしてくれるだろうとモリーは思っていたのですが、多少ね元カノの悪口つぶやくぐらいならまだ100歩譲ってわかるんだけど、薬物中毒者なんてさつぶやいちゃったらもう確実に名誉毀損になるじゃないのこれ。ほんとそうで、ジョシュアのね執着心が強いっていうのももちろん問題なんですけれども、さらにねプラスしてモリーの彼に対するね対応とか対策っていうのも結構まずかったんですよこれ。というわけで本日のメトラキーワード、やってはいけないストーカー対策について。ストーカー対策でやってはいけないとされているのは、いきなり無視する、過剰に怖がる、友人に協力してもらい拒絶する、いきなり通報するなどの行為。ストーカー化する人は思い込みが激しい場合が多く、相手が自分を嫌うはずがないと思い込んでいます。そのため突然拒絶されると、誰かに言われてやっている、誤解を解かなければなどと感じ、余計に躍起になって接触を図ろうとするんです。ストーカーへの効果的な対策は、無視ではなく拒否の意思を伝えること、友人ではなく警察や弁護士などの専門家を頼ること。警察を頼る
る際も通報ではなく相談の形で事を荒立てずに警戒してもらうこと、相手の行動をエスカレートさせないためにとにかく刺激しないことが重要なんです。被害者としてはもう本当は顔見たくないぐらいの存在なんだろうけど、我慢して慎重に交渉した方が後々面倒なことになりにくいってことね。ほんとそうなんですよ。うんその上でね、モリーはミスっちゃったというかね、うん正直。どういうことがしたかっていうと、友人に頼んで連絡手段を絶ったり、警察にね、通報したりっていうので、やばい男ってそんなことされたらさ、さらに刺激を与えられたと思って、エスカレートしちゃうんですよ。そしてね、やっぱり案の定逆効果で、この後ね、モリーの身の回りで様々な奇妙なことが起こり始めるんです。いつでも見てる。2017年6月27日の夜、モリーは友人と港近くのバーを訪れた。ジョシュアと別れてから10日間、彼とのごたごたで忙しくしていたモリーにとって、それは久しぶりの息抜きの瞬間だった。いろいろあったけど、もう安心よね。ジョシュアとの全ての連絡手段を断ち、警察に厳重注意をしてもらった甲斐もあり、彼女はやっと以前のように穏やかな日々を送れると安堵していた。足取りも軽く、その店の扉を開けたモリー。すると、バーの中では、元彼のジョシュアが酒を飲んでいた。ジョシュアは別の女性と楽しそうに会話をしており、その女性と2人で店に来ているようだった。なんで？モリーは動揺を隠しきれずにいた。彼女はジョシュアを警戒し、彼から離れた位置のテーブルに腰を下ろす。しばらくしてジョシュアはわざとらしくモリーのテーブルの前を通り退店。その際彼はモリーへちらりと目をやったが、何か話しかけるようなことはなかった。心配しないで。ただの偶然よ。友人はそう言ってモリーを気遣うが、彼女は不安で押しつぶされそうだった。彼につけられてるかもしれない。そう直感したモリーは帰宅後、ジョシュアの写真を印刷し、近隣住民に警戒の協力を仰ぎました。そして翌朝、彼女はショッピングモール内のジムへ日課のトレーニングに出かけるのですが、なんとそこにもジョシュアが現れたんです。何食わぬ顔でジムを訪れ、あろうことかモリーのすぐ隣でトレーニングをし始めたジョシュア。モリーは底知れない恐怖を感じながらも、何かあった時のためにジョシュアの写真を撮影、意を決して彼に話しかけました。尾行したりしてないわよね。仕事をしてないの？君には関係ない。ジョシュアはモリーの方へ見向きもせずにトレーニングを続け、数分後にはジムを出て行きました。周囲の知人を含め、ジョシュアの SNS や連絡手段は全てブロックしているはず。モリーの動向を知る術など一切ないはずの状況で、何度も目の前に現れるジョシュアに彼女は思わずその身を震わせていました。怖すぎ、もうどっかで監視してるとしか思えないわよ。そしてこの後、彼女はさらなる恐怖にさらされてしまうんです。ジョシュアがジムを出た後、モリーはすぐに母親へ連絡。ジョシュアがジムに来たわ。いつも見られてる気がするの。そうメッセージを送ったモリーに対し、母親は慎重に運転してまっすぐ帰宅するように言うんです。そしてそれはモリーがショッピングモールの駐車場へ向かった時。駐車場で待ち伏せしていたジョシュアはモリーが車へ乗り込もうとしたその瞬間、車内へ無理やり押し入り、彼女に襲いかかりました。その後、近くにいた男性が駆けつけたものの、ジョシュアを止めることは叶わず、モリーは75回もめった刺しにされ、殺害されてしまうんです。最悪な結果、本当にもうジョシュアはさ、拒絶されたことが許せなかったんでしょうけど、だからっつってさ、こんなことしても何も解決しないじゃない。ジョシュアにとっては、相手が自分を拒絶したってことが全てだったんですよね、俺。だからね、殺した後どうなるか、自分が捕まるかとか、誰かが悲しむかとか、もうそんなの全部どうでもよかったんだと思いますよ、俺。モリーが殺害されて間もなく、警察が現場へ到着し、ジョシュアは現行犯逮捕。取り調べで彼がなぜモリーの行き先を全て知っていたのかが明らかになるんです。被害者のモリーは SNS で自身の行動を頻繁につぶやいていました。一方でジョシュアは彼女の友人も含め全員に SNS をブロックされており、モリーのアカウントを覗き見ることは不可能。そこでジョシュアは人を雇い、モリーの SNS を監視することにしたんです。ジョシュアはマッチングアプリで知り合ったまた別の女性にモリーの SNS をフォローするように依頼しました。女性はモリーの動向を随時ジョシュアに報告。モリーが SNS で自分の行動を投稿する限り、ジョシュアには彼女の居場所が手に取るように分かる状態だったんです。実はジョシュアはモリーと出会う以前にも2人別の女性をストーカーしていました。彼女たちも居場所を知らせていないにもかかわらず、行く先々でジョシュアに付きまとわれたと言い、1人は住所を特定され、車のタイヤを切り裂かれたとも。2人の女性の証言から察するに、人を雇って SNS を監視する方法はジョシュアの常套手段だったのかもしれません。これモリーにだけ執着してたわけじゃなくって、本当にいろんな女性に手出してたわけね、こいつは。要するにジョシュアはね、出会う女性全員が自分のことを好きなんだって気が済まないね。もう頭お花畑マシュマロポン酢ふわふわお餅大会が開かれてるような、もう意味がわかんない頭なんですよ。まずそう。その理由はね、幼少期の両親の離婚にあるとされているんです。
裁判ではジョシュアに対して精神鑑定も行われましたが、責任能力に問題は見られませんでした。ジョシュアはモリーと出会った当時、双極性障害を患っていると話していましたが、それも真っ赤な嘘。彼はモリーが拒食症や不安障害を乗り越えるためにフィットネスを始めたと聞き、気に入られようと話を合わせていただけなんです。ジョシュアは確かに幼少期に精神科へ通っていたこともありましたが、明確な病気とは診断されていません。彼が精神科へ通うようになったきっかけは両親の離婚。ジョシュアは母親に見捨てられたように感じたといい、その経験によって人一倍自己愛が強く、拒絶されることを嫌う性格が助長されたんです。事件から8ヶ月後の2018年2月6日、第1級殺人で有罪となったジョシュアの判決は最低26年仮釈放なしの終身刑。判決が読み上げられた後、傍聴席の遺族は涙を流し、警察官に連行されるジョシュアに向かってこう叫んだといいます。さっさと出ていけ、このクソ野郎。その後、遺族はモリーと同じように摂食障害に苦しむ若者を支援する目的でモリー・マクラーレン財団を設立。健康教育の分野を志していた彼女の意思をつないでいくことにしたんです。異常なまでの自己愛の強さから SNS で必要に女性を監視して追い回した挙句、殺人にまで及んでしまったジョシュア。 SNS は便利ですが、彼のような犯罪者にとっては格好のツールになり得ることも忘れてはいけません。あなたは今回のように SNS 上で誰かに監視されているような恐怖を覚えたことはありませんか？